皆さんこんばんは、うのうと言います。この動画では、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編トレーラーの映像の内容について、改めて一つ一つ考察していこうというものです。なお、ブレスオブザワイルド続編ムービーは、謎の民族ゾナウやトワイライトプリンセスに登場する影の一族と何かしらの関係があるかもしれないという前提で進めていきます。ブレスオブザワイルドとトワイライトプリンセス、スカイウォードソードあたりのネタバレを少しだけ含んでいますので、お気をつけください。このトレーラーはもう見飽きたという方もきっと皆さんが知らない情報や一人一人違った観点もあって新たな発見があると思います。ぜひ最後までご覧ください。行きましょう。渦の周りには6本くらいの尖った柱。トワイライトプリンセスのとあるの森の泉の周りの柱と似ています。ハイラル城周りの柱も5本でしたね、そういえば。快晴の祠の天井と似ていますね。関係は不明です。壁画には馬に乗って槍を持った男、胸にはゲルドのマーク。まずガノンドロフで確定でしょうね。壁には渦巻き模様。湿原水牛ですかね。これもっとでかいですかね。夜光石。夜光石はトワイライトプリンセスの影の世界の光の色に似ています。ゾナウは夜光石を塗料として使っていたんじゃないかと思えます。夜にだけ光るという塗料で、例えば隠しメッセージや暗号で秘密裏にコミュニケーションを取ったりしたとか考えることもできます。ヤシの遺跡の集めてこいって言われた石板は夜光石の色でしたね。夜になると光る文字でしたので、あれは夜光石でしょうね。ゾナウに関係する遺跡に必ずと言っていいほどある竜の絵が描かれた柱も写っています。ゾナウに関係する遺跡なのは確定ですね。壁のカーブ具合からおそらく螺旋階段だと推測できる階段でネズミが怨念に飲まれます。ここのシーンは別の動画で少し話していますので割愛します。気になった方は動画説明欄からどうぞ。どでかい橋を渡るリンクとゼルダと水牛。水牛が橋にできてる亀裂でなのか何なのかはわかりませんが進めずにいて、ゼルダが後ろから水牛を押してリンクが引っ張ってるといった感じです。先ほど話した湿原水牛と思われる牛ですね。別の考察動画でも言いましたけど、任天堂さんは意味のないシーンは挿入しないと僕は思っているので、このシーンは橋を見せたいということでしょうか。というのもこの橋のアクセントの形とか模様とかがミドナの冠、つまり影の結晶石と似ていると思うからです。このシーンの存在意義のもう一つの可能性は、水牛があの程度の亀裂も渡れないということから、この水牛が生息している地帯から移動可能な範囲にこの遺跡があるというメッセージを表しているのかもしれませんね。このトレーラーの遺跡はハイラル城の地下にあるって勝手に思い込んでたんですけど、どうなんでしょうね。ゼルダが松明を壁に当てて何かを発見してハッとしています。左から右という共通点から考えるに、最初の方の壁画を松明で照らすシーンでしょうか。怨念は中心から外に出ていってます。手から出てる緑色の光も中心から外に渦を巻いて出ていってるという感じですね。真上にも怨念が昇っていってるのがわかります。この青い手はおそらく最初は胴体も顔も全部あったのだと思っています。長い間封印に力を使って体を消耗して最後に残ったのが手という状態なのだと予想しています。赤い髪、ゲルドのマークがある装飾、ガノンドロフのミイラでまず間違いないですよね。鎖に繋がれていて、それを引っ張ってちぎったような跡があり、その輪っかが右手に2つ、左手には見当たりません。角度的に見えないだけかもしれないですね。これはリンクに何かしらの能力が宿ったように見えるシーンです。おそらくもう手だけになってしまって時間の問題だと思ったからリンクに能力を託したと感じています。怨念が真上に打ち上がる。リンクがゼルダを引っ張り上げている様子です。地下なのかも地上にせり上がってきたのかもわからないですが、ゾナウ遺跡の入り口です。入り口の上に何者かの顔の石像があり、左右に手があります。目が3つあるようにも見えます。ホルスの目でしょうか。渦にも見えます。
落ちかけてるリンクの手を先ほどの封印っぽいことをしていた手が掴んで助けます。爪が長すぎて気持ち悪いですよね。フラッシュとともに先ほどの手がガノンドルフを封印した時のような影が映ります。これは過去の幻影なのでリンクには見えておらず、ゼルダが感じ取ったって感じなんでしょうかね。天井が落ちてきて地面も避けてゼルダだけが下に落ちそうなシーン、時系列順には並んでおらず、これは先ほどリンクがゼルダの手を掴むシーンだと思われます。ガノンドルフが復活したようなシーンです。目が現れゼルダを見たんでしょうか。シーンは変わって地上、おそらく始まりの大地の快晴の祠前からの景色です。オープニングのシーンですね。周りに祠やタワーはなく、デスマウンテンも静まっているように見えます。ハイラル城がおそらく浮上しましたね。せり上がっただけにも見えますけど、過去に風のタクトの時にすでにオープンエアというコンセプトがあって、それをハードの性能が上がったことで、ブレスオブザワイルドで実現したって、プロデューサーの青沼さんが言ってたんです。そして、ゼルダシリーズ25周年記念の書籍、ハイラルヒストリアに、ハイラル城が浮上する絵がありました。これはスカイウォードソードのスカイロフトの没案でした。つまり、ずっと温めてきた案をまた持ってきたんかなって僕は考えてます。なので、続編のハイラル城は、ハイラル側がやったのか、ガノン側がやったのかはわからないですけど、とにかく浮くんだと思います。スカイウォードソードでは、トライフォースを守るために地上から切り離したということでしたね。今回も何かを守るために隔離したんでしょうか。それともガノンドルフが根城にしようと奪い去ったのでしょうか。ハイラル城がラストダンジョンになるというのはゼルダの伝説シリーズでは定番ですよね。どっちの説が近いのか早く知りたいですね。そして最後のシーンです。緑の光が消えていく。おそらくさっきの手はもう完全にリンクに役目を託して手そのものは消滅した、そういうシーンだと思います。さあ、じゃあ、ここからは、このムービーから僕が考えてみたゲーム序盤の流れや開発コンセプトの話をします。予想では映像はオープニングか、もしくは最序盤だと思います。チュートリアルのダンジョンかもしれませんね。トレーラーでマスターソードを持っていましたけど、それだと序盤から強すぎるし、マスターソードを手に入れるという熱いイベントは必ず任天堂さんは用意すると思うので、あの場でマスターソードを失うのではないかと僕は考えました。例えば映像では遺跡が崩れ落ちていく際にゼルダを助けようとしてましたけど、上半身が逆さになっていたのでマスターソードが鞘から抜けてそのまま地中深くに落ちていったみたいな展開でしょうか。そして結局ゼルダも落ちていってしまって別々に行動することになると、地上を冒険する際はリンクを操作して謎の手に授かった魔法のような力を使うのだと予想しています。そして地下を冒険する際はゼルダを動かすというのはどうでしょうか。ワンチャンゼルダがマスターソードを装備しているっていう、それはないか。マスターソードは完全に回復しており、使いすぎても消滅しないみたいな。というのも、ブレスオブザワイルドのエンディングでゼルダが封印の能力が使えなくなったかのようにも取れる発言をしていたからです。だからゼルダが武器として何かを使うとしたら、マスターソードなのかなって考えました。皆さん忘れているかもしれませんが、前作ブレスオブザワイルドは、もともとは Wii U のソフトとして開発されました。延期に延期を重ねて、とうとうスイッチの発売に近くなってしまったのでスイッチでも発売したという体でしたね。ちなみにブレスオブザワイルドが Wii U の最後のソフトです。なのでスイッチの特徴であるジョイコンを生かした遊びが一切ありませんでした。しかし続編はスイッチオンリーですので HD 振動を使った遊びとかプロコンで遊ぶというよりはジョイコンを本体から離してスカイウォードソードのように剣を振る動作をすると、ゲームの中でリンクが剣を振るというものになると僕は考えています。そしてそう思った理由はもう一つあって、それはスカイウォードソードの HD リマスタ版をスイッチ向けに開発していると思っているからです。だって 3D ゼルダの主力タイトルで HD リマスターが出ていないのはスカイウォードソードだけなんですよね。というか正直言うと願望なんですけどね。スカイウォードソードが好きだからです。ちょっと脱線しちゃいましたね。
ブレスオブザワイルド続編でジョイコンを振るとリンクが剣を振るというモデルを作っておけば、スカイウォードソード HD にそのまま使えるということを任天堂さんは当たり前に考えると思います。現にスマッシュブラザーズでも使い回しの動きのモデルはいくらでもありますし、モデルを使い回せるという理由で新参戦ファイターを考えるという話も聞きます。ということで、ブレスオブザワイルド続編はスカイウォードソードスタイルになると思っています。よろしければ皆さんが思うブレスオブザワイルド続編のこうなるんじゃないか、あいつが出てくるんじゃないかなどの話を聞かせてください。最近はゼルダの伝説シリーズに関しての考察動画などを出していってますし、これからも実況考察などいろいろ投稿していきますので、気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画を楽しめた方は高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。